はいどうも、キスケです。予告番組にてバージョン1.3では残光とリンコの実装とは別にナナリとホトリの復刻も決定しました。なので今回の動画ではバージョン1.3で実装される限定キャラ残光、リンコ、ナナリ、ホトリ、誰を引くのがおすすめかを解説していきます。よければ最後まで見てってください。皆さんがおすすめするキャラがいましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。まず大前提として、皆さんはどのキャラクターが好きですか？活発な少女コリンスファミリーの1代目ナナリ、実力の底が見えない酔っ払い店長ホトリ、どの面で仲間になるのかなと思ってたけどイマジナリーだった残光、それとも口の悪い幽霊を背負うリンコ。もし好きなキャラクターがいるなら引いた方がいいと思います。好きなキャラを引けばモチベーションになりますし、どのキャラもちゃんと強いんでね、好みで引いても後悔はしないと思います。こっからは性能面でおすすめのキャラクターを解説します。今回実装されるキャラクターはメインアタッカー2体とサブアタッカー2体、綺麗に分かれてます。ナナリと残光がメインアタッカー、ホトリとリンコがサブアタッカーですよね。まずナナリなんですが、今でも一戦級のメインアタッカーです。バイレールスキルや EX レール集結で強化状態に入って、通常攻撃メインでダメージを出していきます。特にパッシブスキルの創生強化が非常に強力。創生の攻撃数と攻撃スピードが上昇する効果で、正直パッシブスキルを目当てに引くのもありなくらい強力です。創生パーティーを組みたいなら必須級です。シティスキルに関してはカフェに関するものが全てです。シティスキル目当てに引く必要は少なめ。探索性能に関してはナナリの異能を活用し、重力を無視して壁を登ることができます。探索の便利さに関してはかなり優秀な部類。壁登りが遅くて不満を抱いている人は探索目当てで引いてもいいと思います。ただシンクを持っていたり、バージョン1.3の後半に実装するリンコを引く予定の人はそっちの方が探索性能は便利かも。凸に関しては1凸優先度が高め。解放するのは覚醒3なんですけど、バイレールスキル発動後の攻撃に追加攻撃が発生します。この追加攻撃の倍率は通常攻撃のレベルを11まで育成すると 107.9% にもなるんで、ナナリ単体の火力がめちゃくちゃ増加します。ナナリを突するために復刻ガチャを引くというのはありです。以上のことから考えると、ナナリは戦闘性能を目当てに引くのをおすすめします。続いてホトリ。ホトリは非常に珍しいスキルを持っていて、バイレールスキルを発動することで味方のスキルを記録できます。記録できるのはバイレールスキルとサポートスキルで最大3つまで記録できます。この記録したスキルは EX レール集結を発動することで使用可能で、記録した順番通りに発動されていきます。しっかりと付属効果も発動するというのが特徴ですかね。例えばハニアのバイレールスキルを記録すれば攻撃力バフを獲得できますし、サポートスキルを記録すれば異能連関がしっかりと発動します。そして EX レール集結では時間を止めて敵をめった切りにできます。非常に火力が高いですし、記録したスキルのダメージも合わさってトータルダメージはトップクラスです。味方のスキルを記録して集結で解放するという動きはどんなパーティーでも変わらないんで、パーティーを組むときに残り1枠どうしようってなったときは何も考えずにホトリを採用できるくらいには汎用性があります。ただイロヒが実装されたことで創生パーティーに居場所がなくなり、現状はドンピシャに噛み合うパーティーがありません。なので戦闘性能自体は優秀なんですが、急いで引かなきゃダメってほどでもないんですよね。シティスキルに関してはオークションに関するものが全てで出品数を増やしてくれます。他にない性能なんで希少性は高め。探索性能に関しては時間を止めることができます。ワールド探索では正直使い道はないんですけど、肉球大強盗では大活躍します。タイマー自体も止まるんでね。楽して稼ぎたいなら探索性能を目当てで引くのもありです。凸効果に関してはそこまで優先度は高くありません。
覚醒6の防御力無視とか、バイレールスキルで使ったエネルギーを回復したりとか、優秀な突効果は多いんですけど、他のメインアタッカーを差し置いて突したいかと言われると、そんなことはないです。以上のことから考えると、ほとりは戦闘性能、シティスキル、探索性能の全てがバランスよく、素体は持っていたいなという評価。続いて残光。残光は呪い脳のメインアタッカーで、非常に要素が多いキャラクターですよね。現実と幻境という2つの形態を切り替えながら戦ったり、通常攻撃のコンボ中にバイレールスキルを発動すると敵のブレイク値を削ったり、敵に継続ダメージを与える侵食というデバフをばらまいたり、 EX レール集結が2種類あったりと、とにかく複雑で使いこなすには練習が必要そうです。ただ予告番組で性能を見た感じだと、複雑さに見合った強さにはなってそうかなと思います。性能を簡単に見ていくんですが、まず現実と幻境はバイレールスキルを発動すると形態変更できます。現実から幻境も幻境から現実も同じです。ただバイレールスキルをポーン押しして形態変化するというのは弱くて、通常攻撃のコンボ中に発動する必要があります。タイミングとしては、現実形態の通常攻撃4段目、5段目、通常攻撃の長押し、回避反撃後にバイレールスキルを発動すると、敵に侵食というデバフを付与し、ブレイク値を大幅に削ります。かなり強い効果なんで、現実から幻境に形態変化するときは、コンボを意識する必要があります。そして幻境から現実形態に戻るときは、幻境形態の持続時間終了間際に発動する必要があります。幻境形態の終了間際になると、バイレールスキルが光るみたいで、光っている状態でバイレールスキルを発動すると、広範囲の敵に大ダメージ、さらに EX レール集結を特殊仕様に変換します。この仕様を知っておかないと残光のポテンシャルを発揮できないんで注意しましょう。そして特殊仕様の EX レール集結を発動すると、広範囲の敵に毒炎というデバフをばらまき、 EX レール集結を強化します。めちゃくちゃ複雑ですよね。ただローテーションで覚えると簡単かもしれません。まず現実形態で通常攻撃、コンボ中にバイレールスキルで幻境形態に移行、幻境形態で通常攻撃を振り回しながら、バイレールスキルが光ったら発動して現実形態に戻る。そのタイミングで EX レール集結が特殊仕様に変更されるんで、特殊仕様の EX レール集結を発動。その後もう一度 EX レール集結を発動して1サイクル終了という感じです。パッシブスキルに関しては異能連環の濁念を強化します。濁念は呪い異能と闇異能キャラクターで発動できる異能連環で、濁念を付与した敵に継続ダメージを与えるというもの。残光はその濁念をスタックできるようになります。闇のキャラクターはパーティーに必須かもしれません。探索性能に関しては、敵から発見されないようになる先鋭状態になるということができます。警察から逃げたり、肉球大強盗で役立ちそうですが、まあ必須感はありませんよね。突効果とシティスキルはわからないので割愛します。続いてリンコ。リンコは霊異能のおそらくサブアタッカーで、控えにいても活躍するキャラクターです。性能としては予告番組を見た感じシンプルなんですが、いろいろと悪用はできそう。まず通常攻撃を敵に命中させることでハーモニクスというゲージを貯めてバイレールスキルで使用できます。バイレールスキルを発動すると、チーム内のキャラクターを1体選択してシンクロ攻撃を発動します。このシンクロ攻撃は選択したキャラクターの属性を参照するみたいで、例えば鑑定士を選択すると光異能ダメージになります。で、このシンクロ攻撃を発動すると、通常攻撃で貯めたハーモニクスを全て消費し、消費したハーモニクスによってダメージが増加します。予告番組だと通常攻撃や回避反撃などでハーモニクスを貯めれるんですけど、それだとメインアタッカーみたいな立ち位置になっちゃいますよね。なので控えにいてもハーモニクスを貯めるという手段がありそうなんですが、そこはどうなんでしょうかね。それによって評価も変わりそう。
そしてリンコは控えにいても仕事をしてくれます。リンコは控えにいると一定時間ごとに幽霊のサタちゃんを召喚し敵を攻撃した敵に小娘マークを付与します。この小娘マークが付与された敵に味方がバイレールスキルを発動するとリンコが控えからシンクロ攻撃を発動します。なので完全に控え運用することもできそうです。 EX レール集結では発動すると一定時間持続する領域を展開し最大3人のチームメンバーとシンクロ状態になります。その後バイレールスキルを発動することで仲間のシンクロ攻撃を順次発動させることができます。いろんな属性ダメージをポンポン発動できるというのはなかなか面白いですよね。次にパッシブスキル。パッシブスキルに関しては異能連環の複問を強化します。複問は霊異能と呪い異能キャラクターで発動できる異能連環で、複問が付与された敵に霊異能、呪い異能ダメージを与えるたびにそのダメージの 20% 分の追加ダメージを与えるようになります。リンコはその追加ダメージの倍率を増加してくれます。このパッシブ効果があるおかげで前半で実装する残光とめちゃくちゃ相性が良さそうなんですよね。残光は元凶形態で通常攻撃を当てると継続ダメージを与える侵食というデバフを付与しますし、1回のローテーションも長いですから、おそらく複問の効果を最大限発揮できると思うんですよね。属性も隣り合ってますし可能性は高そう。探索性能に関しては異能の力を使ってパチンコのように飛び回ることができます。飛んだ後の滑空スピードもかなりの速度ですし、これは移動人権キャラの匂いがします。突効果とシティスキルに関しては分からないんで割愛します。まとめるとこんな感じ。まず大前提としてメインアタッカーを優先した方がいいと思います。なのでメインアタッカーが揃っていない場合、厳密に言うと1体とか2体しか持っていない場合は7里か残光をおすすめします。で、7里に関してはイロヒを持っているかいないかによっても左右されます。イロヒを持っていないと1段階パワーが落ちてしまいます。なのでイロヒを持っていないならバージョン 1.3 から登場するキャラクターを集めた方が効率的かも。で、メインアタッカーは揃っているよという人はサブアタッカーが選択肢に上がってくるんですけど、残光を引くつもりの人はリンコもセットで引くのがいいかもしれません。現状出ているリンコの性能を見た感じだと残光と相性が良さそうというふわっとした情報しかないんですけど、予告番組でもシンクロ攻撃で残光の姿が見えますし、相性がいい可能性は高いと思います。その後ほとりを考える感じでいいと思いますね。最優先は残光。メインアタッカーが揃っていなくてイロヒを持っているなら7里も選択肢。残光も引いてリンコも引けるならリンコ。残光を引かないならほとり。まとめるとこんな感じです。あくまでも予告番組で判明している性能だということを念頭に置いて検討してください。いかがだったでしょうか。今回はバージョン 1.3 で実装される残光、リンコ、7里、ほとり、誰を引くのがおすすめかを解説してみました。どのキャラクターも魅力的で悩みますよね。ただやっぱりメインアタッカーは優先度が高いです。メインアタッカーがいないと挑めるコンテンツも限られてきますからね。悩んでいる人は今回の動画を役立ててください。皆さんは今回紹介した4人の中で誰がおすすめだと思いますか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。